メルセデス・ベンツ W113 のコールドスタートバルブの噴射状態と燃料が漏れていないかを点検します。コールドスタートバルブを取り外すと、その下とインテークマニホールドに燃料が溜まっていました。スロットルバルブの後ろ側にも、コールドスタートバルブから漏れた燃料が溜まっていました。コールドスタートバルブに燃料供給パイプを接続して、燃料ポンプを作動させて燃料漏れの程度を確認します。燃料が噴き出すかもしれないので、袋をかぶせています。燃料ポンプを作動させて、燃圧をかけましたが、燃料漏れはないようでした。しばらく待っても、一滴も漏れていません。吹き出ることはなさそうなので、よく見えるように袋を外して再点検します。やはり燃料は一滴も漏れていません。次は噴射状態を確認するために配線を接続します。燃料噴射状態は良好でした。噴射後に燃料漏れがないかを見ています。噴射後に再度燃圧だけをかけてみたら、燃料がわずかに漏れてくるのが確認できました。コールドスタートバルブの漏れは内部のスプリングを伸ばすことと、クロージングプラグの合わせ面のすり合わせで直せる場合があります。いちいち車にセットして漏れを確認するのは大変なので、作業機場で点検する方法を考えました。注射ポンプのサイズが燃料供給パイプの内径にぴったりなので、このようにして再現実験しました。噴射口に中性洗剤を塗り、ポンプから空気を送ると漏れが点検できます。内部を修理するためには、燃料供給側の接続部分を外す必要があります。かなり硬くて外せないため、板を加工して固定し外しました。車にセットしてから外そうとしましたが、供給パイプが邪魔でソケットを使うのは不可でした。ようやくこの部品が外せました。この小さな部品の円錐状の部分が相手の管側に当たり密着し、燃料供給を遮断します。よく見ると管側の内径側は斜めに面取りされています。このわずかな部分が当たり面になります。
このスプリング部品を伸ばして、遮断部品の密着度を高めてみます。しかし、スプリング伸ばしでは、漏れは止まりませんでした。コンパウンドを綿棒につけて、クロージングプラグの密着面をきれいにし、すり合わせも行って、ようやく漏れなくなりました。しかしながら、エンジン始動のたびに、この部品は激しく動くことになり、摩耗していきます。当たり面に少し傷があるために、ちょっとした当たり面の変化で、また漏れてしまいそうです。部品が入手できるなら、交換した方が確実でしょう。